分かってるよな、プロデューサー。どっちが勝っても恨みっこはなしだぜ。勝負はオーソドックスな PK 合戦。5本で決まらなきゃ延長突入だ。急を告げる展開。今まさにプロデューサーとハルちゃんの勝負が始まるところだよ。プロデューサー、俺が勝ったら動物コスプレとかじゃなくてちゃんとしたサッカー関連の仕事を取ってくるんだぞ。いいな。よし行くぞ。俺の必殺シュート止めてみろ。コントロールも威力もバッチリだったのに読み負けた。やるじゃんプロデューサー。次はそっちの番だな。遠慮なく打ってこいよ。プレースキックなら大人にだって負けないぜ。普段から練習してるからな。左右どっちでも切り分けられるぜ。次はそっちの番だな。遠慮なく打ってこいよ。プレースキックなら大人にだって負けないぜ。これで5回ずつ蹴って得点は4対4だから延長だね。はあ、思ってたよりずっと粘るじゃんプロデューサー。プロデューサーが勝ったらはるちゃんはどうするんだっけ？いや、プロデューサーの取ってきた仕事を文句言わずに何でもやるってだけだけど。ねえプロデューサー、例えばどんなお仕事？おい、なんだよその沈黙は。また俺におかしな格好させようってか？ついに本性を現したな、変態プロデューサーめ。俺のシュートでその目を覚まさせてやるぜ。どっちも頑張れ。あ、プロデューサーが外しちゃった。ってことはすっごい接戦だったけど、でも俺の勝ち。はるちゃんおめでとう。ってわけだからプロデューサー、サッカー関連の生かした仕事頼むぜ。お疲れ様です。あ、ちえりちゃん、やっほー。ちえり殿、おはようございます。ミカちゃんにたまみちゃん、おはようございます。みんな、おはよう。ミリアちゃんもおはよう。プロデューサーさんもおはようございます。今日はたまみたち4人でお仕事なのでしょうか？へえ、誰？おーっす、みんなよろしくな。いや、コーチじゃねえけど。おー、はるちゃん。そっか、私たち5人でなんですね。ミリア知ってるよ。
この間はるちゃんがプロデューサーに勝ってサッカー関連のお仕事っていうのをさせてもらえることになったんだよ。なるほど、たまみたちもそのお仕事に参加させていただくわけですね。説明サンキュー。ってわけだからみんな、青空エールで俺とサッカーの応援だ。あ、プロデューサー、違うって何がだよ。あれ、フットサル？マジか、聞いてねえぞ。私そこまで詳しくないんだけど、フットサルってサッカーの親戚みたいなもんじゃないの？まあフットサルもサッカー関連って言えなくもないか。さすがにプロデューサーも約束は破らねえし、頑張って探してはくれたんだよな。ま、約束は守ったことにしてやるよ。よしってわけだからみんな、青空エールで俺とフットサルの応援だ。よーし、そんじゃ青空エール練習行ってみっか。はるちゃん、センター頑張ってね。任せとけ。青空エール、なんか久しぶりだね。前の時は4人で歌ったっけ？ミリア、歌詞も振り付けもちゃんと覚えてるよ。たまみにとっても思い出深い曲です。また披露する機会をいただけて大変嬉しいですよ。そっか。やっぱそうだよな。たまみたちにとって大事な曲なんだよな。なあみんな、スイカメンバーの俺がセンターやらせてもらっていいのかな？私ははるちゃんがバッチリ決めてくれればいいよ。やるからにはナンバーワンでね。ミリアはね、みんなと一緒でわーって楽しければオッケー。そうだね、ミリアちゃん。それに今回は青空エールを歌うだけじゃなくて応援のお仕事もありますし、みんなで力を合わせたいな。でもさ、はるちゃんは確かプロデューサー殿と勝負して今回のお仕事を勝ち取ったのですよね。おう。それだけでもセンターとして胸を張っていいだけの功績だと思いますが、もしそれでもはるちゃん自身が納得できないというのなら、ここは一つたまみとも勝負しましょう。例えばそう、リフティングなど。リフティング？俺はいいけど、たまみ、サッカーやったことあんの？ええ、学校の授業で少々。それならミリアもやったことある。体育の授業のサッカーってやったうちに入るのか？まあいいか。どのみちサッカーで勝負を挑まれちゃ逃げるわけにはいかないぜ。センターをかけてリフティングどっちが続くか勝負だ。それでこそ侍でなかった、サッカーアイドルのはるちゃんです。では中庭に参りましょう。はるちゃん上
ボールコントロールは基本中の基本だからな。たまみちゃんもほら、頑張れたまみちゃん、落っことさないように必死にボールを追いかけてますね。思ったより健闘してんね。さすが、鍛えてるのは伊達じゃないって感じ？でも、はるちゃんに勝つのは難しそう。やっぱりたまみちゃん、負けてあげるつもりでリフティング勝負にしたのかな。そのつもりだったと思うんだけど、ほら、私たちアイドルってさ、そもそも負けず嫌いじゃん？だから。15、16と。たまみ、まだ落っことしてないな。結構やるじゃん。なんだか、だんだん楽しくなってきました。うわーっとたまみちゃんのボール、ちょっと遠くに飛んじゃった。さすがに届かないんじゃ。なんの、たまみはまだ諦めません。伸びろ、竹雄。うわー、竹刀を掴んで落ちる寸前のボールを弾いた。マジか。あとはるちゃんがびっくりしてボールを落っことしちゃいました。ということはこの勝負、たまみの勝ちですかな。いや、市内でリフティングっていいのかそれ。すげえけど。何をおっしゃいますか。剣士にとって愛刀は体の一部。つまりこの竹雄はたまみの手の延長も当然なのですよ。でも手の延長ならサッカーボールを触ったらハンドになっちゃうんじゃないかな。っていうか、もともとたまみちゃん、負けてあげるつもりだったんじゃないの？そういえば最初はそんなつもりだったような。勝負ごとに熱くなりすぎていたようです。ルールはルール。たまみは負けを認めましょう。とにかくはるちゃんの勝ちってことでいいのかな。おめでとうございます。センター頑張ってね、はるちゃん。サンキューな。っていうか、最後はハンドだったけどさ、たまみ結構すげえな。うちのサッカークラブに入ろうぜ。お誘いは嬉しいですが、たまみは剣士ですので。というか、はるちゃんの所属するサッカークラブといえば小学生のチームですよね。大丈夫大丈夫、バレやしねえって多分。バレてもらわなくては困ります。よーっすプロデューサー、今日は俺たちが応援させてもらうフットサルチームとの顔合わせなんだよな。みんなでバスだ。確か今日ご挨拶させていただくのは女子大生のフットサルチームの方々なのでしたね。チームの名前は企画書に書いてありますよ。このチーム青空さんですよね。で、今度の日曜に国際交流試合が組まれてて、私たちはその試合でチーム青空を応援するんだよね。国際交流試合？なんかすごそう。
ちょっと広めのグラウンド借りて宣伝もして取材とか中継カメラとかも入るみたいだね。私たちが応援団として参加するのもお客さんを集めるための宣伝の一部ってことですよね。ふむふむ、なるほど。つまり女子フットサルの知名度アップとファン獲得を目的としたお祭り企画なわけですね。要するに対バンみたいなもんだろ。面白えじゃん。やってやろうぜ。よろしくお願いします。赤木ミリアです。お姉ちゃんたちよろしくね。ほう、あなたがキャプテンさん、よろしく。仕事っつってもやる気はめっちゃあるんで。俺サッカーもフットサルも好きだし。練習試合見たい見たい。私、フットサルって初めて見ましたけど、でも、彼女たちからは、戦う意志というものがあまり感じられませんでしたね。戦う意志っていうか。おい、あんたたちやる気ねえのかよ。そっか。自分たちの希望とは無関係に組まれたフットサルの宣伝のためだから。気持ちはわからなくもないけど、だからって露骨に手抜きするとかちょっとさ。頭きた。おい、あんたたち俺と勝負しろ。はるちゃん？どうせ負けるつもりだってんなら俺たちが代わりに出てやる。その方が見に来た人だってがっかりしないで済むと思うぜ。あれ？プロデューサーお電話？ごめんみんな。それにプロデューサー、本当は応援する相手なのにぶつかることになっちまって。でも俺なんかあいつらに
慢できなくてさ。よくぞ言ってくれました、はるちゃん。たまみもなんだか胸がスッとしましたよ。まあ、チーム青空の人たちの気持ちも全然わからないってわけじゃないけどさ。自分のポリシーを曲げるようなお仕事とか嫌だもんね。そうですね。プロデューサーさんはその辺ちゃんと私たちに気を使ってくれますけど。そうか？でも私、サッカーもフットサルも全然やったことなくて、みんなの足手まといになっちゃうかも。そんなのちえりちゃんだけじゃないよ。そうですね。あの人たちやる気はなくても、それでもたまみたちより比べ物にならないくらい上手ですよ。そりゃあね、私たちの基準で考えるなら、レッスン0の状態でベテランのアイドルと同じステージに立つみたいなもんだし。でもみんな、やる前から弱気はダメだよ。ミリアの言う通りだ。たとえ勝てなくたって、俺たちアイドルの意地をチーム青空の連中に見せてやろうぜ。オッケー。どうしたプロデューサー。そのでっかいバッグは。何？その服は。待たせたな、チーム青空。どう？似合う？よしみんな、気合い入れていこうぜ。こうやって肩を組むとまるでライブ前みたいですね。確かにそうかも。よーし、みんなライブみたいに楽しもうね。いっぱいいっぱい楽しんじゃそんなの当たり前だろ。勝負はまだまだ始まったばかりですよ。ちえりちゃん、大丈夫？でもごめんね、キーパーあんまりうまくできなくて。仕方ねえよ、気にすんな。俺たちもせめて1点は返してやるぜ。2人です。小学生はこの中で2人だけ。そりゃ大
そりゃライブはもっとハードだし、スタミナなら負けないよ。ええ、かけっこなら負けません。たまにも短距離走なら得意ですから。これくらいなら。ナイスチェリー、こっちに投げろ。残念、俺はおとりだぜ。たまみ参ります。竹雄の力は借りられませんが、その代わり必殺のベーン。ボール転がってきたよ。蹴っちゃっていい？ああ、キーパーが飛び出してゴールガラ空きだぜ。ミリアちゃん、いっけーい。はーい、ミリア、いきまーす。あー、やったー。ミリアのシュート、ゴールに入ったよー。ミリアちゃん、ナイスシュート。さすがミリアちゃん、ファンタスティックだね。プロのストライカーみたいなシュートだったぜ。泥玉だったけど。ええ、素晴らしい、文句なしの一本でしたよ。そうですね。この勝負はたまみたちの負けです。ですが、負けちゃったけど楽しかったな。キャプテンさん。でもさ、あんた最後の方はちょっと本気出してくれたろ。俺をマンマークしに来たりとかさ。俺速さだけなら自信あったのに全然振り切れなくて、やっぱすげえなって思ったよ。それに俺相手にマジになってくれたこと結構嬉しかったぜ。そんなことないよ。ミリアたちやるからにはいつも本気だもん。おう、任せろ。サッカーじゃサポーターは12人目の選手っていうしさ、俺たちがあんたらの6人目になってやるよ。
ミリアいっぱい応援するよ。たまみはどちらかというと剣道的なアイドルなのですが、あとちっちゃいユーだし。しょうがないな、もう。本番でもよろしくお願いしますね。さすがにあれだけ走り回ると、ちょっと疲れたね。向こうが前に1試合やってなきゃ、もっとボコられてたな。でも楽しかった。お疲れ様です、プロデューサーさん。ありがとう、プロデューサー。あの人たちもやる気になってくれたみたいだし、結果オーライってところかな。応援か。あのさ、プロデューサー、俺今回の仕事最初からマジでやる気あったんだよ。フットサルだって好きだしさ。たまみたちも気合十分でしたよ。だよな。でもさ、今はなんか最初よりももっとずっとあの人たちを応援したいって思えるんだ。はるちゃんの気持ちわかります。取材とかでもあらかじめ興味を持ったり調べたりするのとそうでないのとは大違いですから。なんかさ、改めて考えると応援って不思議だよね。私たちいつもファンのみんなからたくさん応援してもらってるけど、ファンの皆からの応援いいものですよね。くじけそうな時、辛い時、あれほど心強いものはありません。だよねだよね。ライブで応援してもらっちゃうと歌もダンスももっと頑張ろうって思っちゃう。ライトとかコール&レスポンスを揃えてくれたり嬉しいよな。一緒にちゃんとやってくれたりさ。きっとファンの人たちもライトの色とかコールとかも調べてくれてるんですよね。ふむ。であるなら応援というのは応援する相手を知っていることが前提なのかもしれないですね。知ってるだけじゃないよ。ミミヤね、なんだか分かっちゃった。応援するってきっと好きってことと同じなんだよ。好きだったら相手のことを自然と応援したくなっちゃうってことだよね。とっても素敵な考え方だね、ミリアちゃん。そういえば応援が得意なともかさんも頑張る人が好きって言ってました。ええ、たまみももちろん頑張っている方の方が好きですよ。そっか。それならさ、俺たち今はもうきっとチーム青空の人たちのことを本当の意味で応援できるよな。だって会って話して意見をぶつけてフットサルで試合までして、俺あの人たちのこと結構好きになっちまったからさ。お客さんいっぱいだよ。はるちゃん、フットサルの試合というのは
これほどお客さんが詰めかけるものなのですか？いや、サッカーのプロリーグならともかく、ここまで盛り上がるってのはあんま聞いたことねえな。だとしたら、チーム青空の皆さん、緊張しちゃってるかもしれないですね。慣れない環境で。慣れない環境か。あの人たちには悪いけど、その原因って。やっほー、今日はみんな盛り上がってこうね。頑張ります。たまみたちにも原因はあるようですね。あ、見て見て、チーム青空のみんなが出てきたよ。ったく、ビビってんなよ。俺らは全員あんたたちの味方だからな。やっぱりカチコチに緊張しちゃってますね。このままではいけませんね。体が硬いままでは本来の実力も発揮できないものです。じゃあチーム青空のみんながいつも通りの実力以上のパワーを発揮できるように。私たちの声いっぱい届けちゃおう。よーし、着替えて応援するぞ。ってなんだよこの格好は。ほらほら、老けてますよ、はるちゃん。この勢いで皆さんを応援しましょう。こうなったらやるっきゃないっしょ。ちくしょう、こうなりゃやけだ。見てろよ、俺の全力チアリーディング。タンタッタン、タンタッゴーゴーレッツゴーゴーファイウィーン。あー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 あ今です、そこです。面と固定。すっごい大接戦だね。みんな頑張ってたよ。はい、チーム青空の皆さんのファイトすっごく伝わってきました。技術は相手の方が上だったけど、気持ちは全然負けてなかったよね。お客さんたちも選手の方々の気迫に当てられて、いつの間にか熱心に試合を応援していましたね。応援しながら俺もめっちゃ興奮しまったぜ。ボール蹴りたくて足がムズムズするよ。とにかくあとは PK 戦だな。ルール的に実力の差なんてほとんど関係ないし、ここまで来たんだから絶対勝ってくれよ。
れでみんな1回ずつゴールして同点になっちゃった。見てるこっちまで心臓がバックバクだよ。たまみも手に汗握りすぎてもうぐっしょりです。はるちゃん、ここから先は一体どうなるんですか？おう補欠も含めて PK を蹴り合って決着がつくまでサドンです。てあー、相手チームが外した。それじゃあ次で決めれば勝ちなんですね。ってあれ、チーム青空の皆さんがこっちに来ますよ。みんなここまでナイスファイトだったぜ。最後まで頑張ってくれよな。はあ？俺が PK を？本気で言ってんのかよ。本当です。結城春ってリストの一番下に書いてある。でもさ。なーに迷ってんの？ビシッと決めちゃえばいいだけの話じゃん。分かったよ。けどやるからには。やるからには絶対決めてやる。だから応援頼むぜみんな。決めろー、はるちゃん。おいっけー。いや、あれは PK だったんで、隅を狙ってきりゃあとは読み合いの勝負だからさ。はるちゃんよく事務所の近くのコートでプロデューサーとやってるもんね。まあいつものプロデューサーとの勝負もちょっとは役に立ったかもな。負けたら何着せられるかわかんねえから必死だし。そうだな。いつもは俺たち応援してもらう側だけど、応援ってのが前より分かった気がするよ。応援する人のことをいっぱい知っていっぱい好きだといい応援ができるんだよね。言葉にするとかなりはずいけど、そんな感じ。ここにはいないけどミカちゃんたちもきっと同じ感想だと思います。
それにチーム青空のみんなからキッカーを任せてもらえて嬉しかったぜ。おう。ワン、ツー、スリー、フォッと。ああ、プロデューサー、どうしたの？サンキュー。しかもこんなにたくさん。みんなからの応援、一通一通大事に読もっと。ありがとうございます。脇山たまみ、全力で皆さんの応援に応えます。皆さん今日は来てくれて、緊張して次に何を言おうとしてたか忘れちゃったよ。皆さん、どうもありがとうございます。とっても嬉しいです。普段みんながくれる何気ないエール、その全部を忘れないでいたい。その全部を力に変えたい。もらった分だけ返していきたい。そうしたらきっとみんなと心がつながるよね。よーし、みんな準備はいいか？オッケー、いつでもいいですよ。はるちゃんまたエンジン組んじゃおう。おう、今日もいっぱい俺らの歌をファンのみんなに届けようぜ。